料理系管理栄養士とは、なり方、年収、将来性を食のプロが完全解説。食べることが大好き。でも、ただ美味しいものを作るだけでなく、誰かの健康も支えたい。管理栄養士の資格を取りたいけど、病院の給食管理だけが仕事なのだろうか。そんな思いを抱えているあなたにとって、料理系管理栄養士はまさに天職かもしれません。現在、日本の食を取り巻く環境は激変しています。生活習慣病の増加や高齢化社会の進展、そして SNS を通じた健康情報の氾濫、人々が求めているのは教科書通りの栄養バランスではなく、今日から作れて驚くほど美味しく、しかも体が整うという具体的で実践的な解説策です。その架け橋となるのが、栄養学の専門知識と高度な調理技術を重ね備えた料理系栄養士です。この記事では、料理系管理栄養士の具体的な仕事内容、なり方、年収、そして AI 時代における驚きの将来性までを1万文字を超える圧倒的なボリュームで徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたが歩むべきキャリアの道筋が霧が晴れたようにはっきりと見えているはずです。さあ、食で世界を健やかにする伝説の第一歩をここから踏み出しましょう。1、1、料理系栄養士の定義と普通の管理栄養士との決定的な違い。管理栄養士という言葉を聞いて、多くの方が思い浮かべるのは、病院の白い服や学校給食の献立表ではないでしょうか。しかし、今、日本の食業界で最も熱い視線を浴びているのは、それらとは一線を画す料理系管理栄養士という存在です。栄養学を美味しい一皿に変換するクリエイティブ食。料理系栄養士とは、単に栄養バランスを計算するだけの人ではありません。栄養学という科学を目の前の食材を使って感動的な一皿へと変換する調理のスペシャリストを目指します。従来の管理栄養士が栄養全般を広く扱うのに対し、この職種は料理の技術や食材の調理法に特化しているのが最大の特徴です。彼らのゴールは単にカロリーを守ることではなく、健康的かつ驚くほど美味しい食事を提供し、人々の生活の質を向上させることにあります。定義。栄養指導に料理の専門性を掛け合わせ、健康的で美味しい食事の提供に全力を注ぐ専門職のこと。なぜ今、病院ではなく、キッチンに立つ栄養士が求められているのか。現代の日本人は
かつてないほど健康への意識を高めています。しかし、一方で、体に良いものは味が薄い、ダイエット食は味気ないという先入観に苦しんでいることも事実です。そこで、料理系管理栄養士の食材の魅力を最大限に引き出す技術が必要だとされています。彼らは食材の選び方や調理法を工夫することで塩分や糖質を抑えつつも舌が満足する深みのある味わいを生み出します。背景、理由、飽食の時代から選択の時代へ何を食べるか以上にどう美味しく健康を守るかが重視されるようになった。個別化の進展、個人の健康状態やライフスタイルに合わせた実践的な食事提案が求められている。情報の氾濫、ネット上の不正確な健康情報に対し、エビデンス、科学的な根拠に基づいた本当に美味しいレシピへの信頼が高まっている。比較表、管理栄養士 vs 料理系管理栄養士の役割の違い。両者の違いを明確にするために以下の比較表を作成しました。どちらも健康を守るという目的は共通していますが、アプローチの重心が大きく異なります。2、現場のリアルを公開。料理系管理栄養士の多岐にわたる仕事内容。具体的に何をしてるのという疑問に答えるべく、現場での具体的な業務内容を深掘りします。その仕事はキッチンの外側まで広がっています。メニュー作成、レシピ開発、1グラムの栄養素にこだわり感動を生む。最も中心となる業務はメニュー作成とレシピ開発です。家庭料理からレストランの本格的なメニューまで、その範囲は驚くほど広大です。手順、究極のレシピができるまで、ターゲット設定、誰かのための食事か、高齢者、アスリート、アレルギー対応などを明確にする。栄養価計算、必要なエネルギー、タンパク質、脂質などの目標値を設定する。食材の選定、栄養を最大限に引き出す旬の食材や特性に合わせた食材を選ぶ。試作と味の調整、栄養価を保ちつつ、彩りや食感、香りを緻密にコントロールする。フィードバックと改善、実際に提供した後の反応や効果を評価し、常にブラッシュアップを続ける。食事指導、調理技術指導、理論を家庭の味に落とし込む技術、個別の健康状態やライフスタイルに合わせた食事指導も重要な役割です。特に糖尿病や高血圧などの疾患を持つ方へと、特別食の提案は彼らの真骨頂と言えます。単に塩分を抑えてくださいというのではなく、出汁の引き方を工夫すれば、塩が少なくてもこれだけ美味しいですよと、調理実習を通じてテクニックを伝授します。これが読者が求めている
実践形式のサポートです。プロの視点。管理栄養士は何を食べるかを教える人ですが、料理系管理栄養士はどう生きるかを食でデザインするプロです。指導の現場では、知識を与えることよりも、クライアントがこれなら自分でも作れるとワクワクする瞬間を作れるかどうかが勝負になります。教育、セミナー、メディア出演、食の正解を世の中に広める発信力。料理系管理栄養士の活躍の場は、マンツーマンの指導だけにはとどまりません。一般の人々や料理関係者に向けた講座やセミナーの開催も増えています。健康推進プロジェクト。企業や地域団体と連携し、食事改善キャンペーンを推進する。調理実習の指導。具体的なテクニックを教える場をプロデュースする。メディアでの情報発信。テレビや YouTube、雑誌を通じて、エビデンスに基づいた正しい食知識を普及させる。失敗例。数字ばかりを追う。栄養計算は完璧だが、味が2の次になり、クライアントが継続できないレシピ。押し付けの指導。相手の好みやライフスタイルを無視して、理想論のメニューだけを提案してしまう。回避策。常に自分がこれを毎日食べたいと思えるかという視点を忘れないことが大切です。3、あなたに適性はある？求められる10の資質とプロの思考法。料理系栄養士は白衣を着た科学者であると同時にエプロンを締めた表現者でもあります。この相反する2つの顔を両立させるためには特有の資質が必要です。科学的根拠と調理技術を融合させるハイブリッド能力。料理系管理栄養士に最も求められるのは、高度な栄養学の知識と、それを具体化する調理センスの融合です。科学的思考の徹底。食品の栄養価や健康への影響をエビデンス、科学的根拠に基づいて判断し、食事提案を行います。調理技術とセンス、食材の特性を理解し、栄養素を損なわずに美味しさを引き出す。高い技術と想像力が不可欠です。細部への配慮。調理過程のわずかな違いが栄養価を作用することを理解し、細部まで徹底してこだわります。プロの視点。美味しいと健康的は、かつては対立する概念でした。しかし、プロはこれをトレードオフではなく、シナジー、相乗相加に変えます。例えば、特定のスパイスを使うことで塩分を減らしつつ、旨味を何倍にも引き上げる。この科学と魔法の融合こそが料理系管理栄養士の醍醐味です。クライアントの心を開く。共感型コミュニケーション。どれほど完璧なレシピを作っても、相手が食べたいと思わなければ意味がありません。そのため、高い対人スキルが求められます。コミュニケーション能力。クライアントや患者の悩みに対し、
クリアでわかりやすい説明を行い、信頼関係を築きます。問題解決能力、食事制限や個々の健康状態という制約の中で、柔軟に最適な答えを見つけ出します。柔軟性と適応力。相手のニーズの変化や新しい食材、調理法に対して常にオープンな姿勢を持ち続けます。失敗例から学ぶ。知識を押し付けるだけの理屈っぽい栄養士を回避せよう。初心者が陥りやすいのが正論ばっかりを並べて相手の食の楽しみを奪ってしまうパターンです。失敗例。この成分は体に悪いから一切禁止ですと、クライアントの好きなものを否定するだけの指導。回避策。相手のライフスタイルを尊重し、どうすれば好きなものを健康的に楽しめるのかを一緒に考えるプロフェッショナリズムと理論感を持ちましょう。情熱と持続力。食を通じて人を幸せにしたいという情熱を持ち、長期的に寄り添う姿勢が成功の鍵です。4、4、最短ルートを公開。高校生から料理系管理栄養士になるためのロードマップ。夢を現実にするためには、戦略的な進路選びが不可欠です。高校入学からプロとして羽ばたくまでのフローを徹底解剖します。進路フローチャート。大学、短大、専門学校のどれを選ぶべきか。高校卒業後、まずは管理栄養士を養成する大学、短期大学、専門学校のいずれかに進学するのが一般的です。高校時代、数学や生物などの基礎学力を高めつつ、料理への興味を深めます。進学先の選択。大学、専門知識を深く学びたい方向け、帝京大学や明治大学などが代表的です。専門学校、実践的なスキルを重視し、日本栄養専門学校などがあります。短期大学、早く社会に出たい方向け、ただし管理栄養士受験には実務経験が必要になる場合があります。基礎教育、栄養学、食品学、臨床栄養学などを修了し、所定の単位を取得します。国家試験、管理栄養士合格への壁と現役合格を狙う勉強法。管理栄養士は国家資格であり、試験の難易度は決して低くありません。試験の難易度。合格率は例年60%前後。学習範囲が極めて広く、広範な知識の深い理解が求められます。準備期間。多くの受験生は数ヶ月から1年以上の準備期間をかけます。合格のコツ。信頼できる教材を選び、過去問を徹底的に解いて出題傾向を把握することが最優先です。プラスアルファで取得したい調理師免許やフードコーディネーターの価値。
料理系を名乗るなら、管理栄養士の資格に加えて以下のスキルや資格を持つことが圧倒的な強みになります。調理師資格。料理技術を公的に証明でき、厨房現場での信頼が格段に高まります。実務経験の重要性。学生時代のインターンシップや病院、レストランでの研修は試験対策だけでなく将来のキャリアに直結します。継続的な学び、栄養学も調理技術も常に進化しています。資格取得後も最新のトレンドやエビデンスを学び続ける意欲がプロとしての寿命を決めます。5、学校選びと学費の現実。4年間でいくら必要？元を取れるための戦略。料理系管理栄養士への道は決して安くはありません。しかし、これを単なる出費ではなく、将来への投資と捉えることで、学校選びの基準が劇的に変わります。私立大学 vs 国立大学。学費とカリキュラムの圧倒的な差。まずは、学校の種類と卒業までにかかる標準的なコストを把握しましょう。大学4年生。栄養学部や食品学部で学びます。年間学費。国公立は比較的に安価ですが、私立では年間100万円に達することも珍しくありません。入学金。およそ10万から30万円程度が必要です。専門学校3から4年生。現場で即戦力となるための実践教育に特化しています。年間学費70万円から120万円程度と、大学に引けると取らない設定です。入学金10万円から20万円程度が一般的です。短期大学2年生。基礎的な資格を最短で習得することを目指します。年間学費50万円から80万円程度に抑えられます。入学金10万円から20万円程度です。失敗例。学費が安いからという理由だけで学校を選び、いざ入学したら調理実習が少なすぎて料理の腕が全く上がらないと後悔するパターンです。料理系を目指すなら、調理設備や実習の頻度を必ずチェックしましょう。奨学金、助成金を賢く活用して、経済的負担を最小限に抑える方法。高額な学費を前に立ち止まる必要はありません。多くの学校には学びを支える制度が用意されています。日本学生支援機構 JASO。最も一般的な奨学金制度です。学校独自の奨学金、成績優秀者に対する減免制度などを設けている学校もあります。その他の費用への備え、学費以外にも、教科書代、年1から3万円、実習費、ユニフォーム、調理器具代などが別途発生することを忘れてはいけません。学費を投資に変える。学生時代に
やっておくべき現場実習の選び方。学費の元を取るためには、カリキュラム内容と実習の質を吟味することが重要です。手順。賢い学校選びの3ステップ。カリキュラムの精査。栄養学の理論だけでなく、料理技術の指導がどれだけ充実しているかを確認します。実習の機会、実際の現場、病院、レストラン、企業などでの経験のどれだけ積めるかを重視します。資格取得サポート、管理栄養士国家試験の合格率や大学などでの対策講座の充実度を確認します。6、誰もが気になるお金の話、年収、給料の相場と昇給の秘訣。やりがいだけでは生活できません。料理系管理栄養士の収入面でのリアルを数字で見ていきましょう。経験別年収シミュレーション。初任給300万円から1000万超えるまで。経験年数に応じて収入は以下のように推移するのが一般的です。初心者、月給20万円から30万円。年収300万円から360万円程度からスタートします。中堅、キャリア年数、月給30万円から40万円。年収360万円から480万円程度が相場です。経験豊富な専門家、管理職、月給400万円から600万円、年収480万円から720万円程度、トップ層はさらに上を目指します。勤務先による給与格差、病院、企業、フリーランスのリアルな手取り、どこで働くかによって給与体制と安定性は大きく変わります。背景、理由、都市部、東京、大阪などは生活費が高い分、給与も高めに設定される傾向があります。一方、地方は額面こそ低めですが、生活コストを抑えられるメリットもあります。年収を倍にするための付加価値の付け方、専門特化の勧め。管理栄養士の資格を持っていることは、給与にプラスの影響を与えます。しかし、それだけでは平均から抜けません。プロの視点。ただの栄養士で終わるか、稼げる栄養士になるかの分かれ道は、専門分野の掛け算にあります。例えば、糖尿病専門の料理系管理栄養士や、アスリート飯に特化した開発者など、特定のニーチでナンバーワンを狙えば、企業からの引き合いは格段に強まり、年収交渉のカードになります。7、AI 時代にこそ輝く将来性。料理系管理栄養士が一生食いパクれない理由。2026年、生成 AI は献立作成や栄養計算を瞬時にこなすようになりました。しかし、料理系栄養士の需要は減るどころか、かつてないほど高まっています。その理由は AI には代替できない五感と共感にあります。高齢化社会とパーソナライズ栄養学。
個別メニュー開発の爆発的需要、日本が直面している超高齢化社会において、管理栄養士の役割は、集団の管理から個の最適化へとシフトしています。定義、個々の健康状態、噛む力、思考、そして持病に合わせたパーソナライズメニューの開発です。背景、理由、高齢層向けの栄養管理や介護職の需要が急増しており、特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病に適した個別対応の食事が求められているためです。手順、ウェアラブル端末などから得られる生体データを分析する。個人の咀嚼能力や嚥下能力を確認する。医学的な制限、減塩、低タンパクなどをクリアしつつ、本人が食べたいと思う味付けを設計する。調理技術を駆使し、見た目も美しい特別食を調理、提供する。デジタルヘルスとの融合。アプリやオンライン指導での新たな活躍。AI やデジタルヘルス技術の進化は、料理系管理栄養士にとって敵ではなく強力なツールです。実例、スマートフォンアプリを活用したリアルタイムの食事管理やオンラインでの栄養相談サービスを普及しています。プロの視点、AI は数字を算出しますが、料理系管理栄養士は実行可能なレシピを提案します。冷蔵庫にある余り物で AI が示した栄養素を満たしつつ、15分で美味しく作る方法を教えられるのは人間だけです。失敗例、最新テクノロジーを遠ざけ、紙の献立表だけに固有すること。これでは時代のニーズから取り残されてしまいます。サステナブルフードと SDGs、地球に優しい食のデザイナーとしての役割。2026年の食トレンドにおいて、環境配慮は欠かせない要素です。役割、持続可能な食材、代替肉、地産地消などの選択肢や廃棄を最小限に抑えるエコフレンドリーな調理法の普及を担います。将来性、環境への配慮と健康を両立させるサステナブルフードスペシャリストとしての新しいポジションが確立されつつあります。8、活躍の場は病院だけじゃない。意外な就職先とキャリアパス。管理栄養士イコール病院という固定概念は今すぐ捨ててください。料理系管理栄養士のスキルセットはあらゆる産業で求められています。食品メーカーの製品開発、マーケティング、ヒット商品を生む裏方。食品メーカーは料理系管理栄養士にとって非常に魅力的な職場です。具体的な業務、新しい食品やサプリメントの開発に携わり、栄養価の分析や消費者が美味しいと感じるレシピの作成を行います。キャリアのメリット。自分の開発した商品が全国のスーパーに並ぶという大きなスケールの仕事が可能です。
また、品質管理や安全性の確保といった専門業務も担当します。飲食業界、高級レストラン、健康と美食を両立させるコンサルティング。美食イコール不健康という常識を覆すのが料理系管理栄養士のミッションです。レストラン、カフェ、栄養バランスを考慮したメニュー開発や特定の食ニーズに応じた設計を行います。企業の健康管理部門、従業員のパフォーマンスを最大化するためのウェルネス食堂のプロデュースや社内栄養指導プログラムを運営します。独立、フリーランス、YouTube、料理教室、出版で自由に生きる、自らのブランドを確立し、特定の組織に縛られずに働くスタイルも定着しています。営業コンサルタント。個別のクライアントに対し、パーソナルな食事プランを提供します。メディア、出版、ライターやコラムニストとして記事を執筆したり、YouTube やテレビなどのメディアに出演して専門知識を広めます。料理教室の運営、自身のキッチンスタジオを持ち、栄養学と調理技術を直接教えることで、ファンコミュニティを形成します。プロの視点。これからの時代、就職先を選ぶ基準は安定性だけではなく、専門性の拡張性であるべきです。病院で基礎を積み、食品メーカーで開発を学び、最後に独立する。そんなハイブリッドなキャリアこそが料理系管理栄養士の特権です。9、9、理想と現実のギャップ。料理系管理栄養士の辛さと乗り越え方。美味しい料理で人を健康にしたいという情熱だけで走り続けるのは困難です。プロとして長く活躍するためには、現場特有のハードルを知り、その対策を立てておく必要があります。命を預かる重圧と厳格な衛生管理という見えない戦い。料理系管理栄養士の仕事は常に責任という二文字と隣り合わせです。健康管理の責任。クライアントの健康に直接関わるため、誤った情報や不適切な食事プランが健康被害を招くリストを常に意識しなければなりません。厳格な基準の遵守。医療機関や福祉施設では栄養管理に関する厳密なガイドラインを遵守するプレッシャーがあります。衛生管理の徹底。食中毒などの事故は築き上げたキャリアを一瞬で失墜させます。調理の楽しさの裏側には、徹底した衛生管理という地道な戦いがあります。立ち仕事と長時間労働。体力的な厳しさを支えるセルフケアキッチンの現場は想像以上にタフな環境です。物理的な負担。調理業務が関わる下売、
長時間の立ち仕事が基本となり、腰、足への負担は決して小さくありません。多忙なスケジュール、シフト制の仕事や急な患者の状態変化、予期しないトラブルへの対応で、業務が繁忙を極めることもあります。精神的ストレス、重篤な症例や思うように改善しないクライアントとの向き合いの中で精神的な疲労を感じる場合も少なくありません。失敗例、自己犠牲の精神、相手の健康ばかりを優先し、自分の食事や睡眠を削ってしまうこと。回避策、プロとして自分自身の健康管理も仕事の一部と捉え、適切な休憩とメンタルケアをルーティン化しましょう。プロフェッショナルとしての孤独、常に学び続けなければならない宿命。資格を取って終わりではなく、そこからが学びの地獄の始まりでもあります。最新情報のアップデート、栄養学や食品科学は日々進歩しており、常に最新のエビデンスを学び続ける時間と労力が求められます。人間関係の調整、医療チーム、調理チーム、そしてクライアント、立場の異なる人々との間で意見を調整する難しさがあります。リソースの制約、限られた予算や設備の中で最良の結果を出すための工夫が常に求められます。プロの視点、現場が辛いと感じるのは、あなたが真剣に相手に向き合っている証拠です。その辛さを乗り越える唯一の処方箋は、クライアントからの美味しかった、体が楽になったという一言。このダイレクトなフィードバックをエネルギーに変換できる人だけが本物のプロへと成長できます。10、10、未経験、異業種からの挑戦。社会人が管理栄養士を目指すステップ。今からでも間に合うだろうか。そんな不安を抱える社会人の読者に、キャリアチェンジの現実的な道筋を示します。働きながら資格取得は可能？社会人入試と通信教育の現状。結論から言えば、社会人から料理系管理栄養士を目指すのは決して楽な道ではありません。道は開かれています。学習の継続、養成校に通う必要がありますが、社会人入試枠を設けている大学や専門学校も増えています。資格取得の壁、管理栄養士は国家資格であり、広範な知識が問われるため、計画的な学習が必要です。時間と費用の確保、資格維持や更新、継続教育にも一定のコストがかかることを予想しておくべきです。実務未経験でも採用される強みの作り方、前職の経験を生かす。未経験は弱点ではなく、見方を変えれば強力な武器になります。ポータブルスキルの活用。例えば、営業職出身なら、提案力、
事務職なら管理能力をアピールしましょう。未経験歓迎の職場を狙う。病院は経験重視ですが、福祉施設や食品業界は未経験のポンデンシャルを歓迎する傾向があります。アシスタントからスタート。栄養士アシスタントやサポートスタッフとして現場に入り、実務経験を積みながら学ぶ道もあります。手順。未経験からの逆転3ステップ。関連資格の先取り。入学前から調理師や食生活アドバイザーなどの資格を取得し、意欲を証明する。ボランティア、インター、週末を利用して食関連のボランティアに参加し、現場の空気を肌で感じる。自己研鑽の見える化。学んだ知識や自作レシピをブログや SNS で発信し、ポートフォリオ、作品集を作る。30代、40代からのキャリアチェンジ。成功事例と注意点。年齢を重ねてからの挑戦には、若手にはない深みが期待されます。教育、研修制度の活用。未経験者向けの研修を整った企業や施設を選ぶことでスムーズに実務に馴染めます。履歴書と面接の準備。なぜ今、料理系管理栄養士なのかという動機を自身の人生経験と結びつけて固く語ることが成功の鍵です。注意点。体力的な負担や一時的な年収段は覚悟し、長期的な視点でキャリアを設計しましょう。11、11、料理系管理栄養士をさらに輝かせる管理職業との相乗効果。管理栄養士という国家資格はいわば最強のパスポートです。これに他の専門スキルを掛け合わせることで、あなたの市場価値は唯一無二のものとなります。フードコンテネーター、スタイリスト、視覚で食欲をコントロールする、美味しそうという視覚的な感動は栄養摂取の第一歩です。役割、食品のプロモーションやメディア向けのビジュアル作成、盛り付けのデザインを担います。背景、SNS 全盛の時代、健康的なメニューであっても、映えや美しさがなければ、ターゲットに届かないためです。プロの視点、料理系管理栄養士がスタイリングを学ぶと栄養バランスが完璧で、かつ宝石のように美しく一皿を一人で完結できます。これは広告業界や出版業界で極めて高い評価を受けるスキルセットです。健康コンサルタント。予防医学の最前線で企業を救う。組織のパフォーマンスは社員の食事で決めます。定義。個人や企業に対し栄養指導だけでなく、運動や生活習慣全般のアドバイスを行います。実例、企業内健康管理部門で福利厚生プログラムとして健康的な食事プログラムをプロデュースします。手順。従業員の健康結果から組織の健康課題を抽出する。
社員食堂のメニューを料理系管理栄養士の視点でリニューアルする。自炊ができるようになるための調理セミナーを定期開催する。料理研究家への道。自分自身のブランドを確立する方法。先生のレシピなら作ってみたいと言われる存在。それが料理研究家です。役割。新しい調理法の開発や独自のコンセプトに基づいたレシピの創作、メディア出現を行います。相乗効果。料理系管理栄養士がこの道を進むと、エビデンス、科学的根拠のある料理研究家という極めて信頼性の高いポジションを確立できます。関連職業の広がり。他にも環境に配慮したサステナブルフードスペシャリストや最先端の食品技術者、フードテクノロジーストなど可能性は無限に広がっています。12、12まとめ。あなたが食のプロとして踏み出す第一歩のために、ここまで1万文字を超えるボリュームで料理系管理栄養士のすべてをお伝えしておきました。料理系管理栄養士は誰かの人生を変える魔法の仕事。料理系管理栄養士の仕事は単なる栄養計算ではありません。社会的な価値、疾病予防やリハビリテーションを通じて社会全体の健康向上に直接寄与できます。やりがい、クライアントの健康状態が改善し、感謝の言葉を受け取る瞬間の充実感は他の職業では味わえません。楽しさ、想像力を発揮して新しいレシピを生み出し、美味しさと健康を両立させる過程には尽きることのない喜びがあります。料理系管理栄養士は専門知識という科学と料理技術という技術を融合させ、人々の人生を豊かにする重要な役割を担っています。今日からできるアクションプラン。まず、1枚のレシピから始めよう。あなたがもしこの道に進みたいと強く願うなら、今、この瞬間からできることがあります。志を明確にする。なぜ自分は食を通じて人を幸せにしたいのかを、そのきっかけを言葉にしてみてください。学びを始める。高校生なら基礎学力を、社会人なら関連資格、調理師や食生活アドバイザーなどの調査から始めましょう。最高の一皿を作る。誰かの健康を思い、心を込めて一品作ってみる。その美味しいという笑顔があなたのプロとしての原点になります。食は人が生まれてから死ぬまで毎日欠かさず繰り返す営みです。その神聖な領域で専門家として誰かの人生に寄り添えること。これほど誇り高く美しい仕事は他にありません。あなたの挑戦を心から応援しています。